今日からヤンキーになりました。 Hello everyone! 大家好、皆さんこんにちは、ひときです。皆さんは日本の学校にヤンキーがいると思いますか？東京リベンジャーズっていう有名なヤンキーのアニメがあります。その通り部では東京卍会っていう最強のグループがあったり、ヤンキーがたくさん喧嘩をしている様子が書かれています。そのアニメを見た人は多分これ本当って思うと思います。実はそういうヤンキーが僕の学校でもたくさんいました。なんか僕の学校でもそういうグループがあったり、喧嘩をしたり、バイクを乗っていました。まあそういう時代だったんですよね。でも勘違いしてほしくないのは、今はもうそういう学校は一つもありません。僕がいたのは10年前だし、当時一番悪い中学校にいたのでそんな感じでした。でも4年前くらいに僕の妹がその学校にいた時はもうそんな様子は全くなかったです。僕も久しぶりに行った時すごくびっくりしました。どこにも落書きがないとか、どこにも割れた窓がないとか、しかもみんなちゃんと制服を着て挨拶をしてくる。僕がその中学校に入学した時はでっかい赤い文字でウェルカムって書いてあったんですよ。しかもスペルが間違ってる。あとはその時はあまり挨拶とかしちゃダメなんですよ。もし間違えてヤンキーに挨拶したら多分おもちゃにされますよ。でもやっぱりヤンキーはもういなくなっちゃったんですかね。昔はコンビニとかによく制服を着てタバコを吸ってるヤンキーとかがいたんですけど、今はもう全く見なくなりました。ですので今日話すことは普通の学校とは違うことと考えてください。まず通り部を知らない人のために簡単に説明しますね。人生ダメダメな主人公がある日、テレビで元カノが事故に遭ったことを知るんですよ。そして電車のプラットフォームでいろいろ考えていると、急に誰かに押されて電車にひかれそうになるんですよ。もうダメだと思って目を開けると、なんと中学生の時に戻っていました。当時主人公はヤンキーで、髪の毛は金髪だし、今の僕みたいにオールバックにしていました。そこでなんでタイムスリップしたのかとかいろいろ考えるんですよ。そうすると元カノの事故とか自分の人生がダメなのはその中学生の時が原因だっていう風に分かって、そこから未来を良くするためにいろいろ頑張ります。そこでたくさんのヤンキーが出てきて喧嘩とか、あとは友情の物語とかあるんですけど、皆さんからしたらこれは本当なのってすごく疑問だと思います。その答えは今はもうないけど、昔は一部の学校でそういう人たちがいたということです。そして僕はその一部の学校にいました。なんでそんな怖いとこに俺はいたの？せっかくなので今日はアニメと僕の学校を比べて説明したいと思います。まずね、もう見た目はすごく似てますよ。僕は今普通の長さの学ランを着てるんですけど、アニメみたいに長い学ラン、長ランを着ている人もたくさんいました。あとは髪の毛もちゃんと金色でセットをしていました。ただバイクも確かに乗ってたんですけど、アニメみたいにかっこいいのではなくて原付バイクでした。中学生だったからだと思うんですけど、ちょっとダサいですよね。おっと、こんなこと言って大丈夫か？いつでも来いよ。俺には総長がいるから。ここからはちょっとエピソードを紹介しますね。一つ目、学校は勉強の場所じゃない。ヤンキーは普段は学校の授業とか全然受けないんですけど、たまに学校に来るんですよ。でも勉強のためではなくて、授業中の友達を連れ出すためです。これと似たシーンが通り部でもあったんですよ。主人公は喧嘩弱いんですけど、諦めないで戦っていたら、それを見た東京卍会っていうすごいチームの総長がすごく気に入ったんですよ。そしたら次の日にその総長が主人公を連れに学校に来たんですよ。ただアニメでは休み時間に来てたんですけど、僕の学校の人たちは授業中に入ってくるんですよ。実は僕のクラスはすごく平和で、一つ上の学年のクラスがすごく怖かったです。だから僕は授業中は何もなかったんですけど、窓から見える上のクラスはすごく地獄みたいでした。急に知らない金髪の2人が授業中にクラスに入ってきて、何人か連れて行くんですけど、もう先生もビビっちゃって何も言えないし何もできないんですよね。連れて行かれる生徒もやったーみたいな感じでクラスに出ていくし、違う世界にいるみたいでした。何回も言うけど、今はこんな学校ないからね。昔だってそんな学校は本当に少しだけで、僕はたまたま奇跡的にその学校にいました。アンラッキーの奇跡です。
ただ先生たちもバカじゃないですよ。先生たちはヤンキーが来るのを知ってるので、怖い先生たち、特に体育の先生とかを学校の門の前に置いていました。もう先生はムキムキで竹刀とかを持ってるんですよ。でヤンキーたちは学校の前にあるコンビニからずっと先生たちのことをこうやって見てるんですよ。もう怖い怖い。さすがにヤンキーもお互い怪我をするからすぐには攻撃しなかったです。もうバイクをブンブン言わせながら学校に入るタイミングを狙っていました。ただ一番かわいそうなのはコンビニの店長。なんか外に変な人がいるんだけど、外出れないし、なんかお客さんも来ないんだけど。僕もいやあれはかわいそうだなって思って見てたんですけど、あれって気づいたことが一つありました。なんかいつもの金髪の2人がいない。確かにコンビニには金髪の人が何人かいるけど、あの2人がいない。そう思っていたら、あの2人が非常階段を使って学校に入るのが見えました。コンビニにいる人たちはおとりだったんですよ。もうその時は僕の席から全部見えるので、僕しか気づいてなかったんですよ。もう途中から歴史の授業とか聞いてないで、目の前にある歴史を見ていました。それで結局その2人はいつもみたいに生徒を連れて出て行ってました。ヤンキーの勝ち。2つ目、ヤンキーにはチームがある。通り部でも東京卍会とかいろいろなチームがあって、それぞれの縄張りが決まっていました。で僕たちの学校ですが、もちろんチームがありました。僕の学校のチーム名はプラチナ。その時僕はポケモンと同じ名前じゃんって思いました。俺大丈夫だよね。もしまだプラチナがあったら俺やばいんだけど。でも俺には最強のマイキーとドラケンがいるから。でもそのチーム噂によるとめっちゃ怖いんですよ。喧嘩は大好きだし、練習なのかわからないですけど仲間同士でも喧嘩するんですよ。僕も実際授業中何回か喧嘩しているのが少し見えたことがあります。他にも学校の校庭でバイクでレースをしてるんですよ。まあ原付バイクだけど。ただその総長は喧嘩大好きだったけど許せないことが一つあったみたいです。それはカエルをいじめること。なんかカエルを指で弾いて遊んでいた仲間をボコボコにしたらしいです。ボコボコ、ボコボコ、ボコボコは表面の凹凸が激しい様子を表しています。ですので鍋がボコボコと言ったら使いすぎてもういろいろなところがへこんでいる様子を表しています。他にボコボコにするっていうのはその鍋みたいに形が変わるまでたくさん殴ることを表しています。総長どうしたん？親戚にカエルでもいるん？ごめんなさいごめんなさい。いやカエルも大切だけど人も大切じゃない？ボコボコにされた人医者になんて言うん？カエルいじめてたらボコボコにされました？何そこで実はいい人だったみたいなアピールしてるんですか？ごめんなさいごめんなさい。総長、僕もカエル好きですよ。もしこの動画を見つけても見なかったことにして携帯閉じてくれませんか？本当はもっとエピソードあるんですけど、ちょっと動画が長くなっちゃいそうなのでここまでにします。もしこの動画が人気あったら続きの動画を作るので、いいねとあと通り部が好きな人にシェアをしてください。きっと喜ぶと思います。皆さんありがとうございました。なんでこの髪型が人気あるんだろう。でもなんか確かにさっきの方がいいかもな。